ボノボの研究をしている横山拓正です。今回ですね、この動画には研究者とメディアの関係性についてですね、私の意見を少し述べたいと思います。どうかメディアの方々の皆さん、研究者の成果をですね、間違って解釈して、恣意的に解釈をして拡散するのはどうか、やめてください。研究者にとって研究成果というのは命の次に大事なものです。それを間違って解釈するのは研究者の冒涜にも当たると思うので、研究成果を正しく理解をして紹介することをお願いしたいと思います。はい。なぜ私がこのような意見を発信するかと言いますと、先日出た論文についてですね、こちらについてメディアの間違った解釈ですね、間違った情報の分散があったので、ちょっとこちらについて紹介をしていきたいと思います。こちらの先日出た論文なんですけども、豊田さんですね、私の先輩にあたる方の論文なんですけども、非常に面白い論文なんですね。豊田さんですね、本当にすごい方ですね。見た目は非常に怖いんですけど、ものすごく親切でですね、私も非常にお世話になっている研究者の一人です。豊田さん、タイのベニガオザルを研究している方で、本当に素晴らしい研究成果をたくさん残している研究者です。こちらの論文、豊田さんの論文なんですけども、ベニガオザルの繁殖行動について書かれた論文ですね。こちらの論文非常に面白くてオープンアクセスになっているので、ぜひ、興味のある方はご覧ください。簡単に言いますと、ベニガオザルですね、珍しい協力行動ですね、が見られるという論文ですね。例えば、多くの霊長類っていうのはアルファオスですね。順位の高いオスがメスの交尾を独占することが多いんですけども、ベニガオザルの場合ですね、アルファオスが独占するだけではなくてですね、グループによっても違うんですけれども、オスが協力をして、メスを共有して、交尾をするという特徴的な協力行動が見られた論文ですね。非常に面白い結果だと思います。こちらの論文ですね、英語の論文なので少し読むのが難しいかもしれないんですけれども、専門用語とかも多いので、専門外の方が読むのは非常にちょっと難しいのかもしれないんですけれども、プレスリリースも出ているので、ぜひこちらをご覧ください。日本語で書かれているので、非常に論文のポイントを押さえた読みやすい記事になっていると思います。はい。このように豊田さんの論文ですね。ベニガオザルの協力行動、非常に特徴的な協力行動が見られるという論文なんですけども、非常に面白い成果なんですけども、あるメディアでですね、間違った解釈をして、拡散されている、情報が拡散されているということに気づきました。こちら豊田さん自身も、確認されているみたいで、非常に豊田さんも、残念に思っている、内容なんですけれども、こちらの動画ではそのメディアについて詳しく述べることはできないんですけれども、探せば見つかると思うので、ぜひそちらでご確認してみてください。例えば先ほどのプレスリリースをちょっと紹介してみると、波及効果、今後の予定というところにこんな風に書かれているんですね。今回の研究によって明らかになった野生ベニガオザルのオス同士で観察された非血縁個体間による協力行動の発現メカニズムは、従来の生物学で説明されてきた血縁選択説によって説明できない、より人間的な協力行動の発現メカニズムと類似している可能性がありますと。ベニガザルは人における協力行動の進化起源を解明する上で非常に重要なモデル、ここ重要ですね。モデル動物としての研究価値観を提示していますということです。ちょっとこちらも解釈が難しいのかもしれないですけど、ベニガオザルが進化して人間になるわけ、人になるわけではないんですね。私たち霊長類学者が何を研究しているかというと、共通祖先ですね。人と猿の共通祖先がどういう生物だったのかというのを、明らかにすることが霊長類学の一つの醍醐味だと思います。だからこそ、ベニガオザルが協力行動を見せる要因は何かというのを明らかにしたいんだと思います。なんで協力行動をして、ベニガオザルは、血縁関係によらない協力行動を見せるのか、その要因を明らかにすることが今後の研究で期待されるところだと思います。その要因が明らかになれば、ひょっとしたら人間もそのような要因に基づいて協力行動が見られるかもしれない。あるいはそのような要因を共通祖先ですね。ベニガオザル、人間、人、あるいは他の霊長類ですね。の共通祖先から私たち人がそのような要因を引き継いで協力行動を見せているのかもしれないという推測をすることが
将来的な研究の目的なのかもしれないです。だからこそ何を調べるべきか、霊長類学者が何をしたいのかというと、人と猿の共通祖先がどういう生物だったのか、そのどういう生物だったのかというのを明らかにするために、ベニガオザルがひょっとしたら良い、非常に重要なモデル動物なのかもしれないということを研究者たちが訴えているんですね。非常に解釈が難しいのかもしれないですけれども、やはり研究者にとって自分の研究成果というのは命の次に大切なものなので、たくさんのメディアが研究成果について取り上げて拡散していただく、紹介していただくのは非常に嬉しいことではあるんですけれども、やはり研究者をリスペクトして、研究成果をリスペクトして正しい情報を発信していただければ非常に嬉しいと思います。実はですね、このように研究成果が間違ってメディアによって拡散されるという事例は多く見られることがあるんですね。2021年の1月の記事なんですけれども、キリンの研究成果についても少し、炎上というか話題になったことがありました。こちらのキリンの論文についてなんですけれども、論文で面白い事例について挙げていたんですけれども、あるメディアがですね、それを間違って解釈をして、背丈が平均の半分しかないミニキリンを発見という情報を発信したんですね。こちらも研究成果を間違って解釈している、拡大解釈をしてメディアが拡散をしている、一つの例だと思います。こちらについても紹介をしたいんですけれども、ちょっと長くなってしまいますし、私はキリンの専門学者、研究者ではないので、こちらの動画では割愛したいと思います。ただこちらのミニキリンの間違った情報について言及している研究者はですね、グンジメグさんですね。キリンの研究者であるグンジメグさんが自身のノートで情報の修正をしているので、こちらでご確認ください。はい。以上が私の意見ですね。研究者とメディアとの関係性について私の意見を紹介しました。非常にですね、研究者にとってやはり研究成果というのは命の次に大切なものです。メディアの方によってその研究成果を紹介していただくのは非常に嬉しいことではあるんですけれども、このように間違って解釈をする、あるいは拡大解釈をしたり、恣意的に解釈をされると、やはり自分の研究成果をもてあそんでいるような感覚すら感じることもあると思います。どんな研究者もそうだと思いますが、研究者は汗水垂らしてですね、必死になって新しい発見をして論文を書いているんですね。それを紹介していただくのは非常に嬉しいんですけども、やはりそれを間違って解釈をしたりとか、恣意的に解釈をして拡散されると非常に悲しい思いになります。